今回は西鉄久留米駅から徒歩10分圏内、地元民が熱狂する絶対外さない駅近グルメトップ11を一挙に発表します。久留米といえばやっぱり豚骨ラーメンの聖地。でもそれだけじゃないんですか？甘いですね。実は久留米は焼き鳥の聖地でもあり、魚も鍋もレベル違いの激戦区。今回は Google 高評価点を厳選しました。そんなに？しかも1位は口コミ1000件超えで評価 4.7 という神レベルのお店が登場するとかもう待ちきれません。空腹時の閲覧注意ですよ。胃袋崩壊覚悟でご覧ください。それではランキングスタートです。第11位、大栄ラーメン本店です。西鉄久留米駅から徒歩約5分、昭和48年創業、地元で愛され続ける大栄ラーメンです。これぞ久留米という赤い看板が目印ですね。赤ちょうちんって吸い込まれちゃう引力がありますよね。お店の前からも美味しい豚骨の香りがしてきそうです。店内も活気があって昔ながらのラーメン屋さんという雰囲気です。羽釜で炊き続ける伝統の呼び戻しスープが自慢なんですよ。羽釜魔女のスープみたいで素敵。どんな魔法がかかったラーメンが出てくるのか楽しみです。おすすめは意外な組み合わせの山かけラーメンです。濃厚な豚骨スープになんと真っ白な山芋のとろろがたっぷり乗っています。豚骨にとろろ？ちょっと冒険しすぎじゃ。でもずずふわふわ。スープがまろやかになって麺にすごく絡みます。そうなんです。こってり感を和らげつつ旨味を増すんです。そしてサイドメニューのホルモンも外せません。特製ダレとニンニクが効いてます。うわー、これはご飯泥棒。プリプリのホルモンと濃い味付けでビールも進んじゃいそうですね。創業50年以上の歴史が生む安定感抜群の一杯です。久留米ラーメンの奥深さを知るなら、まずはここから攻めるのが正解ですね。第10位、備長焼き鳥助日吉町店。久留米の夜を彩る人気店、備長焼き鳥助です。西鉄久留米駅から徒歩約7分、備長炭で焼き上げる本格的な焼き鳥が味われます。はは、お店に近づくだけで炭火のいい香りが漂ってきてもう香りだけで白ご飯3杯はいけちゃいそうです。いや、香りはおかずにはなりませんからね。店内はカウンターと座敷があって、お一人様から宴会まで使いやすい雰囲気ですよ。カウンターで大将が焼いてる姿って職人技って感じでうっとりしちゃいます。炎の魔術師みたい。ここはネタの大きさが自慢なんです。特にダルムや豚バラは久留米焼き鳥の定番。炭火の遠赤外線効果で外はパリ、中はジューシーです。わあ、本当にお肉が大きい。パクッ。噛んだ瞬間、肉汁がチュンジュワーって溢れてきます。炭火の香りも最高ジュンジュワーって。でもその通り、絶妙な焼き加減ですよね。キャベツと一緒に食べるのが久留米流です。深夜2時まで空いているので、飲んだ後の締めにもぴったり。焼き鳥激戦区の久留米でも外せないお店です。第9位、焼き鳥居酒屋鳥川博多川っ子久留米店です。西鉄久留米駅から徒歩3分ほど、博多名物の鶏皮が久留米で存分に味わえる博多川っ子です。川っ子なんだか可愛らしいお名前。お店の中も活気があって、店員さんの元気な声を聞くだけで寿命が延びそうです。寿命まで伸びますかここは何といっても串にぐるぐると巻きつけられた名物の鶏皮が最大の特徴ですよ。ぐるぐる巻きまるで迷宮のようですね。これ1本だけじゃなくて、皆さんお皿に山盛り頼んでますよ。そう、一人で5本10本は当たり前なんです。焼いては寝かせを何度も繰り返して、余分な油を落としつつタレを染み込ませているんですよ。手間暇かかってるんですね。表面がカリッカリで中がもちもち。甘辛い味がチュワーって広がって、これは無限ループ確定です。カリもち食感が癖になりますよね。脂っこくないからスナック感覚で何本でもいけちゃうのが恐ろしいところです。これならカロリーも焼く時に落ちてゼロになってるはずだから、ダイエット中でも安心ですね。いや、ゼロにはなりませんけどね
でもそれくらい軽い口当たりでお酒のあてにも最高な一品です。第8位、南国食堂。西鉄久留米駅から徒歩5分、創業1960年、地元民の胃袋を支え続ける老舗南国食堂です。南国だなんて。店内にはヤシの木が生えてて、店員さんがアロハシャツでウクレレ弾いてたりするんですか？残念ながら至って硬派なザ日本の食堂です。でもここのちゃんぽんは一度食べたら忘れられない南国級のインパクトがありますよ。あら、ちゃんぽんですか？見た目はうわー、野菜が山盛り。スープが白くてとってもクリーミーそうですね。そう、鶏ガラを長時間に煮込んだ特製の鶏白湯スープなんです。コラーゲンたっぷりで野菜の甘みが溶け込んでいて絶品ですよ。優しい。豚骨とはまた違う鶏の旨味がじんわり染み渡ります。お野菜もシャキシャキで、これは毎日でも食べられそう。さらにがっつりいきたい人にはカツのせ焼き飯も人気です。ちゃんぽんスープで炊いたご飯を炒めているので旨味が段違いなんです。炭水化物オン炭水化物。でもスープで炊いたご飯だなんて絶対美味しいに決まってます。名前は南国だけど味は故郷のような安心感ですね。まさにその通り。お昼時は常連さんで満席になるのも納得の、心も体も温まる名店です。第7位、中華うどん一辺です。陸奥門の路地裏にひっそりと佇む名店、中華うどん一平です。昭和8年創業、ここでしか味わえない謎の麺料理があるんです。中華うどん？中華料理なの？うどんなの？どっちつかずで私の乙女心みたいに揺れ動いてるメニューですね。あははは、例えがややこしいですが、実はこれカツオと昆布の純和風うどんだしに自家製の中華麺を合わせた一平オリジナルの料理なんです。だしと麺の異文化交流？不思議。うどんの優しいお出汁なのに麺はつるっとした中華麺でめちゃくちゃ合います。でしょ。トッピングのキクラゲと紅生姜が良いアクセントになっていて、あっさりしてるのに後を引く美味しさなんですよ。これはラーメンでもうどんでもない、まさに第三の麺ですね。飲んだ次の日の五臓六腑に染み渡りそう。レトロな路地裏で味わう不思議な一杯、久留米に来たら体験しないと損ですね。第6位、餃子50番です。創業1968年の老舗餃子50番です。西鉄久留米駅から徒歩3分ほど、カウンターだけの店内はいつも満席の人気店です。50番ってことはあと49店舗あるんですか？それとも50番目の弟子が開いたとか？いや、ここ1店舗だけです。メニューも潔くて、餃子、水餃子、ご飯、飲み物だけ。余計なものは一切ない、まさに餃子の聖地なんです。優柔不断な私への救済措置ですね。じゃあその自慢の餃子を、熱々の鉄鍋で出てきました。この鉄鍋スタイルが特徴なんです。平べったい独特の形をしていて、鍋に触れている面はカリッカリ、上の面はもちもちなんですよ。本当だ。カリッとした後にもちっとした皮の食感がきて、中のあんは野菜たっぷりで甘みがあります。ちなみに鉄鍋の上でひっくり返さないのが50番流の食べ方です。蒸された皮のもちもち感を損なわないためなんですよ。危ない。ひっくり返して怒られるところでした。水餃子の方もトゥルンとした食感でいくらでも入っちゃいます。売り切れ次第終了なので、開店直後を狙うのがベストですね。久留米で餃子を語るなら外せない名店です。第5位、大衆焼き鳥日吉丸です。日鉄久留米駅から徒歩8分ほど、地元民で連日満席、予約必須の人気店、大衆焼き鳥清丸です。大衆って響き最高ですよね。お店の前を通るだけで楽しそうな話し声と炭火の煙に包まれて、私までいびされちゃいそう。ここはとにかくネタが大きくて安いのが自慢なんです。特に久留米名物のダルムと王道の豚バラは外せませんよ。ダルム、医学用語みたいで知的ですね。でも見た目は肉厚。これが白もつなんですね。脂が乗っててキラキラしてる。そう、表面をカリッと香ばしく焼いてあるから、噛むと中の脂がとろっと溶け出すんです。臭みもなくて絶品ですよ。カリッとろっ
じゅわー、油の甘みがすごいです。間に挟まる大きな玉ねぎも甘くていい仕事してますね。口の中が油で満たされたら無料のキャベツをすだれで食べてリセットする。これが久留米流の無限ループです。キャベツがお口直しなんて実質カロリーゼロ理論ですね。お財布にも優しいし、ここなら毎日でも通っちゃいそう。創業昭和51年の活気ある雰囲気も含めてごちそうになる久留米焼き鳥の真髄を味わえるお店です。第4位、久留米ラーメン道麺市本店です。西鉄久留米駅から徒歩分、伝統を守りつつ新しい風を吹かせる久留米ラーメンのニューウェーブ麺市です。ニューウェーブ、響きがかっこいい。お店の人も鉢巻きして「へいいらっしゃい」って感じじゃなくてシュッとしてるのかしら。スタッフは元気いっぱいでお気持ちいいですよ。おすすめはその名も GTO スペシャル。何のことかわかります？ GTO、 まさかグレートティーチャー的なラーメン界のカリスマ教師が出てくるんですか？惜しいですが違います。 G はガバウマ、 T は豚骨、 O は鬼塚。店主の鬼塚さんが作る最高の一杯という意味です。あえての自画自賛スタイル嫌いじゃないです。わー、具材が豪華。チャーシューが分厚くて丼からはみ出しそう。この炙りチャーシューが絶品なんです。スープは濃厚だけど臭みがなくてクリーニー、女性にも大人気なんですよ。濃厚だけど後味すっきり。そしてこのダルム丼、ダルムってドイツ語で腸でしたっけ？おしゃれな名前。さすがグルメ。久留米の医学生がつけた呼び名ですね。カリカリに焼いたホルモンと特製タレがご飯との相性抜群なんです。カリッチュワーの食感がたまりません。ラーメンとダルム丼、この久留米最強コンビはテストに出ますね。間違いなく出ますね。おしゃれな空間でがっつり食べられる久留米ラーメンの進化系をぜひ体験してください。第3位、マルヒデ鮮魚店久留米店です。西鉄久留米駅から徒歩3分、その名の通り魚市場の中、卸直営だからこその鮮度が自慢のマルヒデ鮮魚店です。鮮魚店って名前だからエプロンつけてらっしゃいってお魚を買う場所かと思っちゃいました。見た目は市場っぽいですが、れっきとした居酒屋ですよ。でも店内には大きな生簀があって、雰囲気はまさに魚市場そのものです。わあ、お魚が泳いでる。まるで水族館みたい。この子たちも私たちのために美味しくなる準備をしてるんですね。ありがとう。感謝の仕方が独特ですね。おすすめは市場直送の刺身盛り合わせと博多名物のごまさばです。身が引き締まっててプリプリ。ごまさばもタレの甘さとサバの脂がベストマッチ。これぞ九州の味って感じです。さらに久留米といえば外せない馬刺しもここでは一級品が楽しめます。海の幸と陸の幸、両方のトップクラスが揃っているんです。海と陸のオールスター感謝祭ですね。どっちも新鮮で美味しくてお酒が止まらなくなっちゃうのが唯一の欠点かも。活気あふれる店内で久留米の夜のエネルギーをチャージするには最高なお店ですね。第2位、大砲ラーメン本店です。昭和28年創業、久留米ラーメンの名を全国に轟かせたレジェンド、大砲ラーメン本店です。はは、大砲だなんて強そう。お店に入ったらドカーンと豚骨ボールが飛んできたりしませんか？ヘルメット必須？飛んできません。でも味の衝撃はすごいですよ。創業以来釜を空にせず継ぎ足し続ける技法、呼び戻しスープの発祥店なんです。継ぎ足しってことは半世紀前のスープの魂も入ってるんですね。歴史ロマンを感じてなんだか尊いです。おすすめは昔ラーメン。濃厚でコクのあるスープに豚脂の揚げ玉、通称カリカリが乗っているのが特徴です。すごくクリーミー。豚骨の旨味が濃いのに臭みじゃないんです。時々当たるカリカリの香ばしさが宝探しみたい。このカリカリが良いアクセントですよね。自家製の中太麺もスープをしっかり持ち上げてくれて一体感が素晴らしいでしょ。この一杯に久留米の歴史が詰まってるんですね。
スープを飲み干したら私もレジェンドの仲間入りできるかしら。お腹いっぱいになるだけですね。県外からも多くのファンが巡礼に訪れるまさに豚骨ラーメンの聖地です。栄えある第1位、もつ鍋多州久留米店です。堂々の第1位は西鉄久留米駅から徒歩3分、 Google 評価 4.7、 口コミ1000件超えという驚異的な支持を集めるもつ鍋多州です。評価 4.7？ もはや神の領域じゃないですか。お店に入ったら五光が差してて拝まないと入れない感じですか？拝まなくて大丈夫です。でも店内は高級感がある和モダンな空間で、個室もあってすごく落ち着くんですよ。デートや女子会にも大人気です。素敵。おすすめはやっぱりもつ鍋ですよね。種類がいっぱいあって迷っちゃいそう。一番人気は味噌ですね。そしてリピーターに熱烈なファンが多いのが日本の味噌との韓国の辛味噌を使用したピリ辛の多州鍋です。うわ、この味噌スープ濃厚でクリーミー。そしてもつが何これ、口の中で一瞬で溶けちゃいました。魔法？厳選した最高級国産和牛の小腸だけを使っているからこそのこのプリプリ感と甘みなんです。とろける食感がたまりませんよね。辛味噌の方もピリッとした刺激の後にコクが追いかけてきて、これはお酒が進む危険な味です。そして締めはチーズリゾットが多州流。濃厚スープをご飯とチーズが吸い込んで最後まで感動が続きますよ。最初から最後まで主役級の美味しさ。久留米の夜を締めくくるのにふさわしい、まさに王者の風格ですね。いやー、西鉄久留米駅周辺は本当に久留米の宝庫でしたね。ラーメン、焼き鳥、もつ鍋と福岡の美味しいものが全部詰まってました。本当に駅地下だけでこんなに食べ歩けるなんて、久留米に住んだら毎日が食フェス状態で嬉しい悲鳴が上がっちゃいます。まずはラーメン。大英ラーメンの歴史、麺師の新しい風、そしてレジェンド大砲ラーメン、どれも個性が光ってましたね。焼き鳥もすごかったですよね。鳥助のデカネタ、かばっこのぐるぐる皮、日吉丸のダルム、全部制覇したいです。さらに南国食堂のちゃんぽん、一平の中華うどん、50番の鉄鍋餃子と、ここでしか味われない名物もありました。新鮮なお魚のマル秘で鮮魚店にとろけるもつ鍋の王者多州まで、もう胃袋がいくつあっても足りません。これらが全部徒歩10分圏内ですからね。はしご酒を楽しむもよし、ランチで巡るもよし、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。今回紹介したお店の中で皆さんが一番気になったのはどこですか？ここ行ったことあるよなんて情報も待ってます。この動画が少しでも美味しそう、行ってみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。コメント欄で皆さんのおすすめグルメや感想もたっぷり教えてくださいね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。